85だね、85。あ、マジっすか。あれもう、まあそれは多分日本人で、多分物捨てられただけだと思いますけど、場所取りで一回ありましたね。それから僕結構あんまりサクッと来るようにしてますけど、今ですか？今、いや先端でね、かわい釣りそうに竿が盗まれたらしいです。それこう来ないですね、誰か。そこの間。トップにね、こだわってるので、今日はまあ、おおむねポッパーと大ペンを投げてたんですけど、ちょっとの時間ね、ミノも投げました。今日、これは今からね、大ペンを投げるところ。大ペンはあんまり投げたことないんでね、あまりね、うまく投げればなかった。数投投げただけでね、ちょっと嫌になってやめました。今日はですね、朝、まず大曲に入って、それで仕事に行ってですね、その後、もう一度ですね、今日ね、天気が大荒れになることは分かってたので、大物が出るんじゃないかなと思ってですね、夜も、夕方以降もね、土砂降りの中、投げ続けたという一日でございました。私のところにはですね、大物はかからなかったんですけれども、大晦日にですね、同じ場所、お座敷で大きいのかかったんですけど、今日釣った85センチと比べると、もう全然違う引きでしたからね。人は多いんだけど、全く誰も釣れてません。今日はですね、朝ライブ配信をやったので、まあこういう風な設定でやりました。ちょっとね、ライブ配信の方がね、まだね、完璧じゃないんですよね。これ、自分の本当音声も入れたかったんですけど、なんかね、音声が入ってたのベイか。トはね、たくさんね、見えるんですけど、跳ねてるんですけど、誰もかけてません。今日ね、本当はね、ライブでいろいろお話しした今日のをね、大回りは1、2、3、4、こんなのを5、話して6、ました。7、8、9、10、10人ですね。今1人どっかちょっと抜けてますけど、今日今大回りは10人です。あと5番から大回りの間に1、2、3、4、5、6、7、8人、9人。お座敷に1名ってところですね。正面に船がですね、2隻、まあ今1隻ですけど、さっきからずっと2隻がね、流してるんですけど、まあ青物を狙ってると思うんですけど、かけてる雰囲気はないですね。聞こえてたら嬉しいな、これ。Bluetooth でやってるのがね。どうなんでしょうか。ないんでね、ちょっとね、ずっとポッパーとかね、大ペンのトップ縛りでやってたんですけど、今は久しぶりにミノを投げてます。タックルハウスの経験かな、162、165、162だったかな、162ミリのやつですね。仕事があるんでマックスできて8時半なんで、いい時間帯、9時とか10時ぐらいのちょっと潮がかなりある程度上げてくる時間帯、これだけベイトがいればね、魚がもしかしたら上げながら一緒に追いかけてくるんじゃねえかなと私自身は思ってますけど、どうでしょう。すごく理解してるわけじゃないんですけど、自分なりに仮説を立てて、それがね、まあ合ってるかどうかは別として、間違ってればまた違う仮説を立てて、ここは合ってたけどここは合ってなかったみたいな感じで考えながらやっていくしかないですからね。あとですね、
このライブ配信って、僕はこの YouTube でお金とか得てるわけじゃないんですよね。1000人いってないしですし、1000人いったところで月500円とか1000円だと思うんですけど、それよりも何よりも1000人集めないとですね、このね、ライブ配信に関してはちょっとね、制限があるんですよね。多分なんですけど、例えばライブでやってて突然女の子の旗とか出ちゃうと、やっぱり遠くでやり始めたな今。1000人集めると収益化してる人は多分そんな変なことをやんないだろうということで、このライブ配信に関しての制限が取れるんで、よろしかったらね、登録もしていただけるとありがたいです。もうあと100人ぐらい、100人切ってるので、あと数回ね、なんかいい動画上げれば集まるとは思うんですけど、その前になるだけ早くね、このライブ配信をですね、なんていうんですか、もうどうやったら面白いものができるかね、考えながらやっていきたいんでね、できたらね、登録の方もよろしくお願いいたします。あと多分85人ぐらいだと思うんですけど、できたらよろしくお願いしたいです。今ね、この見れる人数に制限があるんですよね。100人登録者集めてないと。それなのでね、全員がもしかしたら見れない可能性があるのでなんだよこいつのとこはライブ配信やってるのに俺見れんじゃんとか、なんか制限かけてるのかって思われる方いらっしゃると思うんですけど、そういうわけではなくてですね、1000人集めないとライブ配信がフル装備でできないんですよね、ということらしいです。僕もね、これを前回やって初めて知りましたけども、前回やった後にもう一回中身をよく見たらそうやって書いてあったんですけどね、実際には。ですので、もしよろしければ登録の方もよろしくお願いいたします。釣りはできるけど、ここから本日のですね、1回仕事に行ってもう1回来ました。これね、もう大雨になってきます。大荒れになるということだったんでね、気圧が下がるということで大物が出るんじゃないかということで、ちょっと気合を入れてもう一度来てみました。実はね、午後3時半に、大曲に着いたんですけれども、大曲ね、結構空いてたんですよ。ですから大曲に入ろうかなと思ったんですよね。それね、ですけど、お座敷、大晦日にね、大物をばらしてるんで、ちょっとね、こちらに入ってみました。それで、その後ね、5時ぐらいにね、1本大曲のね、フェンスに、どっちかっていうフェンスに近いあたりで1本上がったんですよね。いやー、なんかちょっとね、その時はね、結構ショックでした。場所が僕が到着した時点ではね、全部空いてたのでね、で、私、こちらを選んだんですけれどもね、なんか今日外したかななんて思ってたんですけども、この後ね、私に超過があります。実はですね、これ小雨かと思うじゃないですか。これこんな風に画像で見てるとね、かなり土砂降りです。かなり土砂降り、この後ね、この雨粒で、ちょっと見にくくなるんですけれども、ちょっとご了承ください。次回からね、もう少し対策いたします。
ここからね、ヒットシーンに入っていくんですけどね、雨粒がね、ちょうどカメラのど真ん中に来ちゃってるんですよ。これね、ナイトでさ、本当はね、ライトもね、もう少しね、よく光るものなんですけど、これヒットしてますね。ちょっとね、ちょっと修正を入れますね、ここからね。はい、今格闘しておりますけれど、もうこれ雨粒がね、こんなとこついちゃって、1月、12月の31日、大晦日にね、ここでかけた時のやつは、もうこれとは比べ物にならないぐらい大きかったですね。今日のもこれ上げてみれば85センチ、それで6.1キロです。もうだいぶね、太ってきました。餌をしっかり食べてきましたね。ここでまた雨粒が、これでね、今日お座敷なので、私一人でやるしかないんですよね。大曲りでないのでね、大曲りには5、6人入ってたんですけれども、今これ左手でギャフをつかみました。でもですね、これね、うまくギャフがかからなくてですね、これ、結局、このすぐ左側がですね、ずり上げれるような上げれたもんですから、結局ね、これ、ずり上げて自分が下に降りていって、魚を掴んで、引き上げました。もう最悪これ、もう、この水が、ちょうど僕のところにかかっちゃって、ちょうど見えないというね。今度はですね、ナイトでのね、ライブ配信とかもやろうかなと思っております。その時用にね、買ったライトもありますのでね、今日それ使ったんですけど、三脚立ててはね、使わなかったんで、次回は三脚を立てて使って、ナイトのね、夜、皆様がね、お家に帰ってきてるタイミング夜8時、7時とかね、6時半とかね、それぐらいの時間帯にね、ナイトでね、ライブ配信をね、やってみようかななんて思って、今、Amazon でポチったりね、準備を進めております。今日はね、これね、ここ一人でね、あげたんですよ。本当はね、今日ね、大曲でもね、なかなか上げれなかったんですけど、多分泳がせやってるやつに、4回ぐらい切られてるって言ってましたね。相当大きいやつだと思います。その方ね、僕普段ルアー釣りしてるんですけど、その方もね、去年私いろいろ教えてもらった、相当ね、技術のある方がね、4回切られたって言ってましたね、今日ね。多分メータークラスがね、入ってたんじゃないかなと思います。私のところにはね、メータークラスのブリは、今日はかかってくれませんでしたけどもね、ここはね、ほんとチャンスがあるんじゃないかなと思います。先端まで行けばね、もっとチャンスがあるんですけども、ちょっと先端ね、立ち入り禁止って書いてあるんでね、YouTube で上げるのはちょっとね、と思ってるので、ここまでにしておきます。85センチ6.1キロ、ヒットルアーはダイワソルティガポップスター 160F アデルスペースゼブラでございました。